これからは国際交流と社会貢献について少し申し上げます。冒頭でもちょっと申し上げたんですが、対馬漂着ごみのボランティア活動を始めました。それは2003年度です。2003年度ですけれども、これも非常に始めたのがそのユニークというか面白くて、私たちの卒業生が対馬と釜山の行き来する船の会社の職員になりました。この学生が対馬によく行き来するわけですから、我々の大学に来まして、いや対馬の人が韓国から流れてきたゴミで大変迷惑を被っていると、大変困っていると。中に見たらプラスチックの瓶とかいろんなあれね、全部韓国商標ですね。いやこれは韓国に対してすごい誤解をして、韓国によく捨てると。それでそうかと。じゃあうちの学生日本語勉強してるし、そこに行ってボランティア活動したら日本語の活用もできるし、そういう環境奉仕活動もできるので、もうこれで学生と行ったんです。2003年度に初めて。その後いろんな誤解が解けたんですが、韓国人がたくさん来てるからじゃなくて、海流関係でそこに行くんです。日本のゴミはハワイとかアメリカ西海岸に行くらしい。で海流の関係で洪水とか生まれるとこれが流れるんですね。対馬とか長崎とか行くわけですね。それがある意味でそうじゃないっていうのが説明できたのもありますし、この活動がすごい社会的な反響を呼びまして、 NHK でもいろいろ放送されました。今私の手がかからなくても全部動いてます。それでこれはある意味で、国際環境奉仕活動のモデル、日韓の国会を解決するモデルで、そういう民間交流のモデルに一つになったと私は思ってますし、これもちょっと恥ずかしいんですが、うちの子供にここに宝物があるから探してみてと言ったら結局分かんなかったですけど、宝物じゃないですね。赤帽子が私です。赤帽子が私ですこれ。なので子供にとっては宝物になってもらえるかなと思ったんですが、全然そう思わないみたいです。そういうことで対馬等のそういうボランティア活動が今まで続いてます。そのなんていうのかな、評価をしていただきまして、2016年に韓国の教育部大臣、日本の当時の文部大臣に賞をいただきました。ありがとうございます。それともう一つは、今日は日本のうちの卒業生を就職をしてくださっている企業の方も来られておりますけれども、私どもの学生は日本に就職させてます。今日本は少子化で人材不足っていうこともありますね。で韓国の学生で日本語ができる、ハングルができる、英語も少しできる、そういうわけですね。なので、日本に就職を支援しているわけですが、これ面白いのは、普通韓国では、就職なんです。日本は求人なんです。なので韓国就職なんていうのは失業率はそれほど変わらないんです。2.34% くらい。日本と韓国変わらないんですが、韓国は大学卒業してすぐ就職しないんです。大企業に行きたい、公務員に行きたいとか言って就職浪人者が多いんです。それと日本ほど中小企業、中堅企業が多くない、そういう大企業に行く文化ですね。なのでみんなスペックを作るために就職しない学生も多いし、なかなか就職が難しいです。その学生を日本に就職したら、普通6割ぐらいが就職率だとすれば、うちは最高8割まで就職率を上げました。80%。30%、うちの新入生で卒業生 30% 日本に就職する。日本の IT、ホスピタリティ、総合職、日本に行ってるわけですね。そういうことで、これもある意味で韓国では日本語学部の一つの就職の革新モデルを示したと思います。これはいろいろ活動をやってる時、10年間これ統計に取られた数字だけですが、統計に取られない学生もたくさんいますので、もっと就職してると思います。これは私の今回の受賞理由の中でも一つですが、釜山に日本村を設立しました。これは12年前です。
2014年です。2014年に日本釜山日本村を設立した私研究室で作ったんですが、これはちょうど90年代日本と交流が活発になりながら日韓国際カップルがたくさんできるようになりました。そういう方が結構私に相談に来ました。まあ夫婦関係文化関係いろんな問題がありますね。そういう時に私もこういう人たちどうやって助けようと思ったんですね。その時私はたまたまアメリカにサバティカルで客員教授で行きました。プリンストン大学のイーストエイジアスタディーズに1年間行きました。その時にプリンストン大学の牧野誠一先生に招待されて、プリンストン日本語学科に私が講演をしました。プリンストン日本語学校は補習校です。週末国際家庭のお子さんもうオープンしてもっと日本語勉強したい人は国際家庭じゃなくても来られてましたけど、そこで、日本語を継承語というのは親の言葉を継承するという意味です。アメリカでいればアメリカ内受されます。韓国には韓国内受されます。ある意味同化政策も少しあるかもしれませんが、その親のアイデンティティ言葉を失うわけですね。それは国際間で見たら非常に損だと私はその時そこに行って思いました。で韓国でも釜山でもこれ必要だと。韓国で継承語教育で初めてです。釜山がスタート、それがソウルです。で、その意味で釜山日本村、その時私は釜山日本語学校にしたかったんですが、まだ学校に何名しか集まってないので学校にならなかったので日本村の名前にしました。今は、35名か40名のぐらい学生が毎週末日本語を勉強に来ます。国際家庭のお子さんがメインです。そういうことでこれは非常に意味がある。韓国もこれからこういう多文化政策を変えないといけない。海外から国際結婚に来られた方に韓国語を教えるのはそれはここにいるから教える必要はない。その母国語を教えないといけないっていうのが考え方として変わりました。それは継承語、継承文化教育です。これは非常に社会のために意味がある。私はそういう活動だと思います。ここで教える先生はみんな、お子さんを持っているそのお母さんお父さんですね。ネイティブスピーカーの、そういう先生方にお願いして半分はボランティアですね。でなのでこれを非常に赤字にならないように頑張ってますが、もう一つの私の民間団体のそこのいろんな、結果を出版をしたりホームページでアナウンスしてますので、皆さんもしよろしかったらホームページに入ってダウンロードができます。それでそこで経済的に大変厳しくなったら釜山韓日文化交流協会に寄付金をお願いします。そういうことでここも関係者が私そこの会長です。関係者知ってますけれども釜山韓日文化交流協会の活動もやっていますが、これは非常にある意味でプライドがある団体で、韓国で日韓関係民間交流で一番大きいメジャーです。ソウルにもこういう団体がない。今年38年目を迎えてますけれども、年間1500名以上の若者を日本と交流するときにサポートしてます。助成してます。そういうことでいろんな活動をやっているんですが、ここで人的文化的教育的いろんな活動をしてます。ここで一つご紹介したいのは記事にイースユン記念事業というのがあります。これは2001年度ですかね、大久保で線路で転落した日本人を助ける過程で命をなくしてしまったイ・スユンさんがいます。彼は釜山出身です。で彼の崇高なそういう人間愛っていうか日韓交流の精神っていうものを我々は継承したいということで毎年その記念事業をやってます。ここには高校生を参加させます。それでその精神をもっと若い人に伝えたいという活動もしています。JLPT の南の地方の知識機関でもありますし、国際交流基金のと関係しながら JLPT とか日本留学センターも運営しています。この活動をこれからちょっと続けてまいりますけれども、あと5分で34分までということですね。質疑応答時間を少し使うかもしれません。ご了承お願いしたいと思います。最後のチャプターになるんですが、教育の意義とは果たして何なのかって私は思いました。今回、私が活動した内容を、全部じゃないのに一部ご紹介するにあたって、最後にどういうメッセージを皆様にお伝えした方がいいかなと思った時、やはり教育の意義かなと思いました。でその時に
教育の意義はアメリカのレプ・エリソンという方がこういうことをも話しました。この方は作家であり教育者です。教育は橋を架けることに尽きる。教育は橋を架けることが全てだということですね。何の橋？人と人との間、国と国との間、専門と専門の間、機会を与えて橋を作ってあげると、歩くのは自分が歩くんだ。教師はそれを私は強要して無理やり教えましたけど、教えるんじゃなくて橋を作ること、それが教育の意義かなと私は思います。そういうことで先ほども少しお話がありましたけれども、カリフォルニア大学のサンディエゴ校に東作康彦先生がいらっしゃいます。最近退職されまして名誉教授になられたんですが、この先生がおっしゃっているお言葉で、言語教育の意義とはつながりを作ることである。先ほど橋を架けるのと同じですね。つながりを作ることが言語教育なんだと。なるほどと思いました。それで実はそれで今まで私の活動をいろいろ振り返ったら、つながる活動だったんですね。つなげる活動だったんですね。そういう活動をやってきたなと思いまして、ある意味で、学生に社会にいろんなつながりを作るということが我々の使命じゃないかなというふうに思いました。それでこれはちょっと30秒ぐらいですけれども、動画、私の大学です。最初ちょっとお見せしましたよね。30秒ぐらいの動画で、本当は音もあるんですが、音が皆さんまで少し聞こえないかもしれませんが、釜山外大の新キャンパスです。2014年に移転しました。で、なぜこれをご紹介申し上げるのかというと、このキャンパスは日韓交流の産物です。というのは、この大学を設計したのは日本のトップの会社で、日建設計です。スカイツリーも東京タワーも設計した日本でナンバーワンですね。日建設計が設計しました。これを実はなぜ日韓交流の産物かというと、日本の姉妹大学と交流する中で関西外国語大学があります。そのキャンパスを見て、私どものその当時の総長、その時私が、対外協力所長、国際交流関係やってました。その時にその大学行ったら、アメリカも全部キャンパス作って全部回りました。中国も回りました。日本を私と回った時に、このキャンパスいいね。で、ここどこでキャンパスとか私にちょっと紹介してくれって言われました。で、面白いのは、その時もうすでにソウルの設計会社と契約終わってました。それで全部それをなんていうのかな、ないものにしてやらないといけないので大変でした。で、日本の日建設計に私がメール書きましたら、いや、日建設計すごいですね。1週間も経たないうちに、私が綺麗っていうか、とにかく日本語で丁寧に書きましたけど、綺麗なハングルで書いてくるんです。やっぱりグローバル会社ですね。後で分かったんですが、十何名の韓国人の専門家がいるわけですね。で、1ヶ月や2ヶ月で飛行機で釜山に来られて打ち合わせしたんですが、もうその時に 3D でもうすでに釜山帰りキャンパス作ってきたんです。1年の雨量、風の動き、全部把握してきたんです。うわあ、びっくりしました。それですぐ契約をすることになるんですね。その時面白いのは、前の設計会社との契約破棄の問題が起きますね。いろいろ訴訟が起きるのは当然ですけれども、やっぱり日建設計はすごいですね。一緒にやりましょうって。やっぱり日本人のそういうコラボレーション、協力というのはやっぱりすごいなと思い、もう抱え込んでですね、これを設計する時、メイン設計は私たちがやるから、実施設計っていうのがあるんですね。韓国のお役所との関係もあるし、一緒にやりましょうっていうことで、そのキャンパスが誕生しました。そこを私はつなげる役割をしました。で、今毎日出勤しながら、私すごい気持ちがいいです。すごいプライドに思います。これをやるときにすごい反対がありました。なぜか2つです。なぜ日本の会社なのか。で、すごい斬新な
設計ですので、壁がない中に入ると。で、教室の壁が全部ガラスです。その話すると長くなっちゃうのでちょっとお話できないんですが、先生方すごい反対されました。でもこの設計をした児玉さんが私と同じ年ですけど、先生方に6ヶ月使ってみて、もしそれでも嫌なら全部変えると。6ヶ月使っていろんなエピソードがありますが、全然今はすごい大満足、プライドに思います。でその後日建設計のブランチをソウルに作りました。ソウルの一番高いロッテタワー日建設計、釜山の駅のそのユーラシアコンベンションセンター日建設計、ソウルの4世大学の송도新キャンパス一部を日建設計、충남大学日建設計、こういう新キャンパスをですね、こういうことつながりました。私もその少しは一助したっていうかお助けしたっていうのにすごいプライドに思うし、今までいろんな教育してきて精神的に教育してきたじゃないですか。でもこれは形に残るんです。やっぱり何でもそうですが、心と形ですね。心だけだと自分なりにそう満足しますけど、なんか寂しいですね。形を見るとすごく嬉しいんですよ。なので、いや私は自分なりに自慢を、してます。その意味でこれ非常に日韓交流の産物だと私は思います。これ最後のページですが、この方は対馬市長です。現職です。3代目の、日高直樹っていう方ですが、私が釜山外大の学長総長の時にそこでワークショップやりました。2人抱き込んで、写真を撮って非常に象徴的だなと思って最後のページにしたんですが、私は日韓交流日韓関係する時に2つの言葉をお話しします。一つは最初に2003年度に学生を連れて対馬ボランティア活動、環境ボランティア活動行った時に、その時は対馬が一つの市に統合されてませんでした。2004年度に統合されます。その時の初めての市長さんが松村義行っていう方です。その松村市長さんが、海岸に学生を集めてボランティア活動を始める前にご挨拶するじゃないですか。その時にどういうことをおっしゃったかっていうと、過去は変えられないけど未来は変えられるという、皆さん書いてくださいってね。いやその時私も日韓関係するものとしてすごいショックを受けましたね。そうなんだと。日韓関係頭痛いし感情的になりやすいし、私いつも苦しんでるのに、そうか、未来変えられるんだ、過去変えられないんだ。でも過去を忘れてはいけないですね。でも未来変えられるから、これは可能性あるなということで、私はそのことは非常に好きになりました。もう一つは、これは私が作った言葉ですが、日韓関係と夫婦関係は同じだ。ここに私の息子と妻も来ていて、妻の前でこんなことを言うとちょっと申し訳ないんですが、日韓関係と夫婦関係なぜ同じか、非常に頭が痛いね、非常に頭が痛いし苦しむんです。なぜ苦しむのか、何が一緒なのかっていうと、日韓関係、国際関係、人間関係、夫婦関係全部そうですけれども、理解を前提としない。理解を前提にしたら対立と葛藤が生まれます。なぜ理解してくれないのかっていつも妻に今も言われてます。若い時はもう家庭がほぼない状態でしたので、私も、週2日ぐらい研究室で寝泊まりしてましたね。家は10分ぐらいの距離ですよ。でも睡眠時間を取るために研究室で寝てましたけども、子供は3人いるんですが、ほとんど妻が面倒見てもらっているんですが、私たちすごい不満ですね。で、なんで私のこと理解してくれないのかなって思ったんですが、日韓関係も同じですね、お互いに。でもよく考えてみたら、そうかと。私も私が理解できないのに妻が私を理解してくれるっていう思うのは、それはもってのほかだっていうか、もうそれは難しいかもしれない。それは日韓関係もっとそうかもしれない。国際関係、人間関係がもっとそうかもしれない。だから理解を前提にしたらすごい恨みができます。喧嘩ができます。だから理解できない存在だと認めちゃった方がいいですね。理解できないから何を前提にすればいいのかっていうと、私は
国際関係、夫婦関係を、日韓関係を理解を前提としないで、協力を前提にする。ケースバイケースでの問題ができたらどうする？じゃあここでどこで接点を作ろうかと。どこで妥協するかと。じゃあ私ここまで情報するけどあなたどうする？しない？じゃあ私もっとするよ。時にはこと情報してもらえるかもしれない。なのでそこで話し合って接点を作るっていう努力できない場合が多いです。そうするとどうすればいいのか。待つしかないですね。怒らないで待つしかないですね。まあ待つと自然と人間もそうです。国もそう冷静になりますね。ちょっと考えてああそうかとまあちょっとまあ多めに見てあげるかということにもなるかもしれない。なので私はすごく夫婦関係と国際関係似てるな日韓関係似てるなということでそれで私はもうその理解してほしい理解しますっていう表現をしなくなりました。まあじゃあ協力しましょうってそれから怒らなくなりました。笑うようになりました。それでまあ理解を前提としていないので相手になんか要求するとか怒るとかっていうのが少なくなったというのとクリエイティブに考えるようになりました。どうすればいいのかどうしたら解決できるのかっていうまあ、接点を探す、まあ、そういう努力をするようになったので、まあ、自己成長にもつながっているわけですね。なのでまあ、その意味で日韓関係も私はそうじゃないかなと思って、まああんまりねそういうだから私教育理念で感情的なじゃなくて合理的な日韓関係を作りたいっていうのは実はそういうことです。まあそういうことでまあ私の話はちょっとオーバーして大変申し訳ないんですがこのぐらいにさせていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ジョンギョン先生、大変素晴らしい講演どうもありがとうございました。それではここから質問の時間に入りたいと思います。いくつか質問をいただいてますので読み上げさせていただきます。まず一つ目のものです。韓国人もしくはその他の外国人の学生にとって、日本で働く上で日本語能力の向上以外に大切にすべきことや考え方についてジョン先生はどのような考えをお持ちですか。日本語融合学部は国際交流に加え学生による日本での就職も支援しているとお伺いしたためこのような質問をいたしましたということです。はい。まあ、韓国人の学生が外国人の学生が日本に来て働く時に日本語以外に何がもっと必要なのか大切にしないといけないのかっていうのは私なりに学生語を送りながら思ったのは、まあ、最近の韓国の学生もだいぶ変わってきてるんですね。我慢しないとかよくなんていうのかなすぐ辞めてしまうとかですね、まあ、いろいろありますけれども私はどういう能力をつけたらいいのかなと思ったらやはり考える力ですかね。その日本語能力プラス先ほど融合ということで IT もビジネスも教えるんですけれどもやっぱその後は自分で学んでいかないといけないので考える力それから、その日本に来て観察する、日本人はなかなか言わないですね。言わないで我慢するしただ観察目をよく見たり観察しながら自分で悟っていくことですかね。まあそういう考える力っていうかやはり配慮する日本人の配慮する、だから、まあ日本の方はすごくいいことっていうか肯定的に話をしてくださいますね。韓国結構ストレートに言いますね。まあそういうことで、やはり考える力を少し、身につけるっていうこと、まあそれが大切かなと私は思いますね。はい、ありがとうございます。それでは次の質問行かせていただきます。日本では K-POP や韓国ドラマ、韓国コスメなどの影響を受け、韓国文化への関心が高まり続けています。
そうした文化をきっかけに韓国語を学び始める人も多いのですが、反対に韓国で日本語を学ぶ学生の皆さんは、どのようなきっかけや動機を持つことが多いと感じていらっしゃいますか？先生がこれまで多くの学生をご指導される中で、日本のどのような点に魅力や関心を持つ傾向が見られたかお聞かせいただければ幸いです。え大変いい質問をしていただいて感謝申し上げますけれども、やはりこれも時代によってちょっと変わってきますね。私が勉強した80年代、はやはり経済的な理由、日本語を勉強して自分の仕事に役立たせたいというのがあったとすれば、90年代は文化がこう入ってくるわけですね。ですから日本のアニメーションとかその J-POP、 その当時はですね、そういう感じでこう来ていて、最近の学生見たらやはり日本に対する、興味ですね。日本語が好きだ、日本文化が好きだ、やっぱり日本人のこう独特なそういうおもてなしの精神だとか、相手に配慮することとかも、アニメーションとか日本の旅行してみてすごく日本でいい印象を受けたとか、そういうこと。それからもう一つは、日本人の若者もそうですけど、学生が来てすごく気を休めてもらうっていうのは、すごいインディビジュアルというか、その個別化個人化されていて、一つの価値観でものを判断しない、それぞれの個性というものを認めてくれる。韓国最近若い子はそういうちょっとこう、私から見るとちょっと変わってるなっていう感じを持つ場合があるんですが、日本ではそれ普通だと。いろんな個性があるから、日本に行ったら気が楽になるとか言うんですよ。面白いなって、そういう子がまた日本語が入ってくるんですね。オタクに近い学生が多いんですね。ですから日本ではそれぞれの個人の価値観、文化、韓国よりは文化、考え方、生活様式を認めてくれるところが韓国よりは多いので、行っててこう気持ちがいいっていうんですかね。そういうところでちょっと仕事をしてみたい、住んでみたい。それはベースには日本の文化っていうのがありますね。アニメーションとか、そういう学生が多いですね。で、経済的な理由、ビジネス的な理由、就職もないことはないです。あるんですけれども、大学生の新卒者の給料はもう差がないです。大企業の場合はもう韓国の方が高いです。日本の場合は社会的に非常にこう調和してますね。大企業も中堅企業も中小企業もそれほど給料の格差を置かないんです。何万円ぐらいですね。もう最近はちょっとありますね。韓国は、すごく多いんです。例えば円で言うと、中小企業は300万円、年俸で前後、中堅企業4000万円、大企業は大学新卒で5000万以上です。500万以上。なのでボーナスとか入れるともう、800万がもう普通ということですね。なのでそのことでも給料で日本に行くっていうのはあんまり最近ちょっと面白いケースが、アンケート取ったら日本は旅行する国だとか言うんですよ。仕事に行く国じゃなくて旅行する国だっていうんです。なるほどなと思いましたけど、ちょっとこの関連で申し上げますと、2024年、韓国から日本を旅行している人両方で観光で訪問している人数が1200万です。その中で880万ぐらいが韓国人、300万ちょっとが日本人です。ですから800万以上、韓国の人口が5000万近い、1000万ぐらいなので、800万以上っていうのはすごいですよ。4人か5人に1人が日本に行ってるっていうことですね。だから日本に行くことがすごく今はトレンドということで、また就職したいということがあるんですね。今年は1000万超えるらしいです。推測してます。そういうことで、ある意味でノージャパンの時もあったじゃないかっていうんですけども、その反響はやっぱり強いです。
そのぐらい普通はすごいお互いの国に対して興味もあれば、隣の国ですから訪問したいのがあるんです。でみんなが言うから、ちょっとこう我慢してるだけですね。我慢が終わったらバーッといくわけですよ。ね、そういうことでそのくらい、やっぱり夫婦関係だというね我慢するけど仕方がないですね。いいチャンスというかいい交流を作らないといけない、というふうに私は思います。ありがとうございます。それでは次の質問に行きます。プサン日本村での取り組みに非常に興味を持ちました。日本で暮らす韓国の方々にもこういう場があれば良いなと思いました。継承日本語と日本文化の教育を行う上で特に工夫されていることはありますか？そうですね。これはある意味でプサンで作ろうと思ったのは面白いんですけど、先ほどプリンストン日本語学校週末学校に講演で行って、その後私子供3人を送りました、お願いして。でもプリンストン日本語学校はすごく開かれた学校で、片親が日本人じゃないっていう条件がないんです。いろんな世界いろんな継承語の週末校があるんですが、あるところはどっちか日本人じゃないとダメですっていうのが多いです。プリンストン日本語学校はそうじゃないんです。だからプサンもそういうふうにしました。でそれで私は自分の子供をこれはいいなと思って、ウィークデイはアメリカ学校行くんです。ウィークエンドは日本語学校に行くんです。家ではハングルです。だから自然と子供3人がトリパリンガルです。で私より発音がいいと。そういうことでこれはいいなと思ってプサンで日本村作っているわけですけれども、でその時私がアメリカの継承をやってる先生方に質問をしたら、アメリカも60年代70年で移民が多い時は家庭中心分で、子供が移民の子供さんは、英語がうまくないので家ではなるべく英語使ってくださいっていう案内があったらしいです。でもこれ2、30年の縦の研究、重的な研究とか言うんですが、縦の研究で30年以上でずっと追跡してみたら、自分の親のアイデンティティを持っている人と持っていない人はアメリカの社会で活躍の頻度レベルが全部違う。収入も自分の親のアイデンティティ言葉を持っている人がずっと出世するんです。その研究が分かったんです。それなぜかというと、やはり自分に対するプライド、自分の親がどういう国の親でもそのぐらいのプライドがある人は自己主張もできるんです。社会で貢献するんですということが研究で分かったんです。なのでその後はもう2000年以降ですかね、もう家では母語を使ってください。母語で親のやはりね、世帯間の断絶が起きるんです。その親の言葉ができないと。で韓国人のコミュニティでみんな集まっておじいちゃんおばあちゃんハングルで話してるのに孫がハングルできないとちょっと怒るんです。もうここ行けと。そうすると子供は非常に論理になるわけですね。そういうことでこれ継承文化教育非常に必要だと。韓国も同化政策はダメだと。で日本はある程度そういうところがあるじゃない。ある意味でね、日本は合わせてほしい国なんですよ。私から見ると配慮はするんです。配慮はするけどこっちに合わせてっていうのがあるんですね。だから、日本語もね、日本語らしい日本語は必ず日本語じゃないと。ちょっとおかしくても意味が生じてグローバルレンゲージでいいじゃないか。例えばインド英語もあるしフィリピン英語もあるじゃないですか。どうやって自分の文化言葉考え方を伝えるかっていうのは大切であって、必ず日本人が使っている言語で使ってくださいっていうのは私違うので、もっとコリアンジャパニーズでもいいし、台湾ジャパニーズでもいいし、ただ自分がどういう考え方を持ってどういうふうに伝えるのか、そのアイデンティティ、その文化っていうのは逆に生かすべきだと私は思いますね。それが日本の改革、日本のクリエイティブに私はつながると思うんです。それが日本のグローバライゼーションに、私プラスになると思うんですね。ですからコアなピュアな日本でも私それはなくしてはいけない。それはすごく大切ですので、それを残しながらそういう許容範囲、そこからまた新しい文化が私はできると思いますので、
その意味で私はプサンでやってる日本村の活動、今は、私が立ち上げたんですけれども、それを守っている先生方はみんな日本人のお母さんです。だからもう十何年も連れて行ったって、私も忙しいので、十何年もうちの子供もそこ出身です。ですけども、十何年も連れて行ったっていうのは、そこの携わってる先生が本当に犠牲して頑張ってもらってるんですね。なので、これが切れたらどうしようと私は思う。なので、今日のこの講演の前にインタビューでも質問されましたけれども、これがどういう活動をしたいですかって言った時に、それをサポートしたい。それをなんとかサポートして維持させたい。それで日本語学校を作りたい。そういう私は考えを持っていますので、私なりに非常に貴重な、そういう、組織だというふうに思います。答えになったかどうかちょっと心配ですけど。はい、では次の質問です。情熱的な活動内容が伝わるエピソードの数々、大変興味深く拝聴いたしました。質問ですが、これまでの教育日韓関係の活動の中で最も困難だったことはどんなことでしょうか。またそれをどう乗り越えられましたでしょうか。その前にちょっと先ほどどういう工夫を日本村はしてるのかっていうことを、ちょっとポイントをちょっと私が外してしまって申し訳ないんですが、私なりに考えるのは親の教育です。工夫は。日韓のカップルの親御さんでも、子供にバイリンガルで育てるためにはどうすればいいのかわからないんです。言語教育専門家じゃないから。バイリンガルで育てるためにはいろいろコツがいるし、家庭の習慣が必要です。なるべくお母さんお父さんが母語で話す。共通語の時は共通語を探す。で、子供がメジャーの言語に流れても、ずーっと親はそれから日本に日本は体験学習っていうのがある。体験留学っていうのがある。それは教育委員会で認めるようになっています。小学校、幼稚園とかは自分のお金で払ったり、保育園は別です。国の機関であれば、その体験入学ができるんです。親御さんが外国人でもできるんです。うちの子供は夏休みはアメリカのキャンプ、冬休みは日本の田舎の学校の体験入学です。2週間認めてもらえるんです。そういう形で、普段親がずっとその言語で喋ってどういう方法で子供に自分の言葉を伝えるのかっていうのと、日本に夏休み冬休みにおじいちゃんおばあちゃんに送る、それと体験入学させる。そしたらもう田舎の学校は全コースで10何名30名の場合多いですね。そこでもう泥まみれになって遊んできたら、もうすごい日本語うまいですよ、うちの子供も。びっくりする。行ってくると。なので、いやうちの子供が日本のある大学に交換学生で大学生に送ったら、お父さんお父さんどっちが日本人とか言われたらでも面白いんですけど、話すのすごいうまい、聞くのもちょっと読み書きができない少しできますけど、そういうことですね。それいろいろコツがあります。そういうことですけれども、ちょっとご参考いただいて、先ほど最後の質問で教育でどういう困難があったのかっていう、そうですね、教育上の困難はあんまりなかったですね。なぜかというと楽しくやってきましたから。いや、学生と教えるの好きだし、学生と活動するの好きだったので、それよりも、やはり、一番難しいのは、何かのこういうのが学生のためになるだろうと、こういう政策制度を変えようといった時に、韓国の、国であったり大学であったり組織と戦わないといけないところ、それが一番苦しい、大変でしたね。それは何かというと、先ほどカリフォルニア大学の仙台校の東坂先生から教えていただいたんですが、アドボカシっていう言葉を教えていただきました。アドボカシ。これは自己主張、政治的主張、支持発言、もうこういうことですね。多少トラブルを起こしても、そういうアドボカシを、声を大きくしないと制度は変わらない。そうするとある程度トラブルを作りながらそれを通していくっていうね、そういう自己主張ですかね。それをどのレベルでやるのかが非常に苦しいし、人と誤解される場合も多いんですね。
ジョン先生はもう自分のためにとかいう場合もあるしね、学生のためだったり、日韓関係のためだったら私何でもチャレンジしたいんですけど、それを社会を理解させようとした時に、組織を理解させようとした時に、その時一番苦しいし大変だったかなと思いますね。どうもありがとうございました。大変名残惜しくございますけれども、終了のお時間となりました。皆様、ジョン・ギヨン様に大きな拍手をお願いいたします。